ご視聴ありがとうございます。フレームワークスです。今回はこちらの MG ゼータガンダムバージョン 2.0 をメタルロボット魂経営シグネチャーのゼータガンダム風に仕上げていこうと思います。それでは回収箇所から見ていきましょう。回収箇所の1つ目はかかとの延長です。かかとのこの部分に 1mm プラ板を2枚貼り付けて延長していきます。接着にはタミヤセメントの流し込みタイプを使用します。接着面積が広い箇所を接着する場合はこちらの流し込みタイプが非常に便利です。接着剤が固まったらヤスリをかけて形を整えていきます。ヤスリをかけ終わった状態がこちらです。接合面の隙間は瞬間カラーパテで埋めています。次に膝パーツのモールドを瞬間カラーパテで埋めていきます。このキットは MG なのでモールドは少し多めになっています。なので多めに感じる部分は瞬間カラーパテでモールドを埋めていきます。こういった小さいモールドを埋める場合は瞬間接着剤や瞬間カラーパテを使用すると時短になって便利になると思います。ヤスリがけをして面出ししたものがこちらになりますが、パーツが白いとどうしても白飛びしてしまうので見えにくくて申し訳ございません。続いてフロントアーマーを延長していきます。延長する部分は左右で 0.4mm ずつ下方向に 1mm 延長していきます。こちらもかかと同様適当なサイズにカットしたプラ板をタミヤセメントの流し込みタイプで接着していきます。左右のプラ板を貼り終えたらここで一度ヤスリがけをして面を出していきます。面を出したら下部分に 1mm プラ板を接着していきます。ヤスリがけが終わったものがこちらになります。次は太ももの回収です。キットそのままの状態だとかなり細く感じたので左右で 0.4mm ずつ太くしていきます。こちらもかかとやフロントアーマーと同様にプラ板を接着して太くしていきます。各太ももパーツの左右部分にこの作業をしていきます。接着剤が乾いたらヤスリがけをしていきます。ヤスリがけが終わったパーツがこちらです。接着面との隙間はここでも瞬間カラーパテで埋めています。太ももの各パーツにそれぞれ処理をしました。次は肩アーマーの回収です。肩アーマー内側の下部分は切り落とされたような成形になっているのですが、こちらをプラ板で埋めて成形し直します。ヤスリがけをして表面を整えたものがこちらになります。次に胸部パーツの回収を行います。胸部パーツの側面に 0.4mm プラ板を貼り付けてディティールアップしていきます。
こちらも先ほどからの延長工作と同様にタミヤセメント流し込みタイプで貼り付けて、隙間を瞬間からパテで埋めて工作していきます。作業工程が同じなので割愛します。胸部の回収が全て完成した状態がこちらになります。胸部下部分のパーツは側面部分が上部のパーツとつらい位置になるように幅増ししています。胸部前面から突き出ているフィンのようなパーツは 1mm 延長しています。続いてサイドアーマー部分にディテールを追加していきます。ここもあらかじめプラ板で作成したパーツを貼り付けていきます。貼り付けたらまたヤスリでヤスっていきますが、こちらも作業の重複になるのでヤスリのシーンはカットします。ヤスリをかけて表面を整えたものがこちらです。1mm プラ板を貼り付けて幅増ししているので、受ける側のパーツも 1mm 削って可動を確保しています。続いて各所に筋彫りを追加していきます。まずは上腕のパーツからです。筋彫りに使用しているのはウェーブさんのマイクロチゼルの 0.2mm です。筋彫りを彫るときは力を入れずに撫でるようにゆっくりと彫り進めます。一度で彫り切ろうとはせず、何度も重ねて筋彫りを彫って深くしていきます。少し見にくくて申し訳ありませんが、こんな感じで筋彫りを入れてみました。次に脚部の内側に筋彫りを追加していきます。こちらは白飛びして全然わからないので完成品で確認してみてください。最後にシールドの回収した部分を紹介します。白色の部分がプラ板で追加した箇所になります。続いて塗装の説明をしていきます。赤と黄色のパーツの下地にはガイアノーツのピンクサフを使用しています。赤はクレオスの RX78 レッドを使用しました。この RX78 レッドは真っ赤というよりは少しピンク寄りの赤で、サーモンピンクに近いような色をしています。続いて黄色にはクレオスの4番イエローを使用しています。続きまして黒系色の下地にはガイアノーツのメカサフスーパーヘビーを使用しました。黒系色はメカサフスーパーヘビーの上からクレオスのミッドナイトブルーを使用します。このキットの黒系色の成型色はネイビーに近い色になっているんですが、劇中ではもっと黒っぽい色だったので今回はミッドナイトブルーを選択しました。内部フレームやその他のグレーのパーツにはガイアノーツのメカサフヘビーを使用しました。白と青色のパーツの下地にはクレオスのミスターサーフェイサー1200番を使用しました。白はクレオスの MS ホワイトを使用しました。
青はガイアノーツのアイスコバルトブルーを使用しました。バーニア部分はメカサフスーパーヘビーを下地にクレオスのダークアイアンを塗装しています。上腕のパーツの一部と肘関節はタミヤのエナメル塗料ガンメタルで塗装しました。バーニア内側にワンポイントで4アーティストマーカーのゴールドで色をつけました。塗装が完了したらデカールを貼っていきます。今回使用したデカールは RB コーションデカール、各種ガンダムデカール、その他製作済みのキットのデカールも流用して使用しました。デカールを貼り終えたらクレオスのスーパースムースクリア艶消しを吹いて仕上げていきます。はい、ということで全ての工程を終えて仕上がったものがこちらになります。変形機構を生かしたまま回収を行ったのでメタルロボット魂ほどマッシブにはなってないですが、きっとそのままの状態よりがっちりした印象になったと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。他にもガンプラ制作動画を上げていますのでチャンネル登録してチェックしてみてください。この動画の最後にフォトギャラリーも用意してますのでそちらも合わせてご覧ください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。